今日はこれから清木場俊介さんの活動休止前最後のライブ、大宮に行ってきます。やばい。おはよう。6時12分。なんとか起きて準備できたので、これから帰ります。雨が降ってるんですが、心晴れやかに行ってきます。7時15分発で両番接続急。お客様は座席の上のランチで全て禁煙です。みやちゃん、みえ美味しいですか？何もないよ。あ、ごめんなさいね。やめてくれない？うん。実家からこっちの家に帰ってきました。母が作ってくれた餃子持ってきました。おばあちゃんにも挨拶できたし、家族にも会えたし、いい時間でした。One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in, and right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess with your head. You won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can clear your mind. 今夕方の4時半くらいです。一旦いろいろと一区切りついたので、これからちょっとサウナに行ってきます。バイバイ。
んばんは。今日が水曜日のもう時間が11時15分くらいです。もう寝るだけなんだけど、ちょっとお腹空きすぎて、でも何もなくて冷蔵庫にあるもの、さつまいもと、その下には鶏胸と玉ねぎをなんかめんつゆとかで適当に炒めたやつ、あとキムチ。こんばんは。今日が木曜日の22時43分。もう寝る時間なんですが、見て。オートミールにチョコのプロテインと、あと最近あれを入れてるんですよ。なんだっけ、ベビーパウダーじゃなくて、ベーキングパウダーだっけ。それをファーって入れて、で水ちょっと入れて、でレンジで今いろいろとちょうどいいのを試してるんだけど、だいたい500ワットで40秒くらいがちょっと個人的には一番いい感じ。ちょっとねちょってする感じあんまりパサパサになりすぎるとオートミールがあんまり好きじゃないんですけど、ちょっと水分があってねちょっとしてるのが私は好きなので、だいたい40秒くらいがいい感じ。普通にうまい。今日が金曜日の6時20分。寒い。これからジムに行ってきます。今日は金曜日。今週も1週間お疲れ様。このハーゲンダッツのピスタチオ&サマーバニラ。もうサマーは終わってますが、これね、めっちゃ美味しいよ。うまっ。最近本当に寒くなったね。風邪ひかないようにいい週末を。今日はこれから出かけてきます。で、もう時間がやばいので行ってきます。前回暑くてできなかったデニムのセットアップ。上下リーバイスのものです。で、T シャツはストゥーシーの半袖の T シャツ。で、靴はアシックスの黒。履いてきます。これがめちゃめちゃ履きやすい。じゃあ、行ってきます。
最近ハマってるこのタンパク質が取れるっていうスンドゥブ、これうまいです。あとはちょっと初めて買ってみた水炊きのスープの素。今日が11日の月曜日です。これからジムに行ってきます。今日が月曜日。もう時間が夜の11時5分です。もう寝る時間なんだけど、最近ね、このビバンっていう日本のドラマにめちゃめちゃハマってて、去年なのかな？去年やってたやつみたいで、これ面白いって教えてもらって見始めたらマジ面白くて今5話目くらいなんですけど、もう次が気になりすぎてちょっとやばい感じ、めちゃめちゃ面白い感じなんだよね。出演してる俳優さんも豪華で規模もでかくて、多分音声はネットフリックスは日本語だけみたいなんですけど、多分字幕とかで英語とかも出せたので、ぜひ海外の方もよければ見てください。今5話があと24分くらいあるので、それ見たら寝ます。これはよくわからないキャベツと鶏胸のひき肉を適当に炒めて冷凍してたやつを解凍したやつ。あとここに卵がいます。This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny. 今日はこれから清木場俊介さんの活動休止前最後のライブ大宮に行ってきます。はい。今回大宮が追加公演になったんだけど、友達のお母様がチケットを当ててくれて、
私はそれになんとか行けるようになりました。本当に行きたくても行けない人がたくさんいる中で、行けることのありがたみをかみしめながら、で、私がずっと何度も救われた清木場俊介さんの一区切りになる、一旦最後のライブになるので、一曲一曲大事にかみしめながら聴いてこようかなって思います。はい。もちろん楽しんで行ってきます。歌や T シャツ。はい。では、行ってきます。タオルはこれ。こんばんは。そして今日は金曜日。今週も一週間お疲れ様。そうだ。昨日ですね、清木場俊介さんの活動休止前最後のライブになるこの大宮公園に行ってきました。いやー、もう感想とかを話すと時間がめちゃめちゃ長くなってしまうくらい話してしまうので、でもちょっとこの気持ちを記録としてもなんか残しておきたいなと思って、ちょっと最後に感じた気持ちをちょっと話して終わりにしようかなって思います。この清木場俊介さんっていう歌手をご存知じゃない方もいらっしゃるのかなと思うんですが、清木場さんは昔もともと EXILE というグループにいて、でそこでボーカルをされていた方です。でその後ソロに転向する形でEXILE の俊から清木場俊介として昨日までずっとソロ活動をしていました。で私はこの清木場さんを知ったきっかけは、その前に所属していた EXILE の時に知って、当時は小学生ですね。たまたま M ステで EXILE の中で Song for You っていう曲があるんですけど、それを M ステでやってるのをたまたま見て、うわ、なんだこの人はと、そしてなんだこのグループはと、小学生の子供ながらめちゃめちゃ、かっこいいって思ったのが一番最初の出会いでした。で、当時は、淳さんと一緒に、俊として、EXILE の俊として歌っていて、で、自分はその時なぜか、その時から、俊の方にすごく惹かれてて、清木場さんですね。あの声と、なんて言うんだろうな、佇まいというか、とにかくそれがかっこよくて、好きで、で、そこからずっと追っていて、で、そこから数年後、清木場さんがソロに転向する形で、EXILE を脱退、卒業っていう形になって、で、その時ももちろん、ショックだったですね。そこから清木場俊介という名前として、ソロで活動されてからももちろんずっと追っていて、でも当時はまだまだ若かったので、若かったというか、なかなかライブに会いに行けるような状況ではちょっとなかったので、ライブにはまだ行けてなかったんですけど、いつか行きたいなと思いながら CD 聴いたり、ライブ DVD 見たりしてましたね。ライブに行けるようになって、でそこからはずっとライブに行ってましたね。でそこからもう私は30代になり年数で言うときっと20年くらい清木場さんの歌をずっと聴いてきて育ってきたので、すごく今の自分の人間性というところにも清木場さんの歌だったり歌詞の言葉だったり生き方だったり、そういうのはすごく影響を受けてきたのかなって思います。で、やばい、ちょっと今泣きそうになったで、昨日活動休止を発表されてからの最後のライブがこの11月14日の大宮公演だったんですけど、そこで歌ってくれた曲を聴きながら、
昔の曲とかもたくさん歌ってくれて、で、もう20年以上ずっと聴いてるから、その一曲一曲を聴いていた当時のことをすごく思い出したり、例えば10代くらいの時に、もう本当に生きてるのが嫌になったなって思った時に聴いてた曲だったり、あとは、就活の時とかに自分の思い描いていた道に進めなかったような時にすごく励まされていた曲だったり、今とは別の仕事をしていた時にすごく救われた曲だったり、本当になんかそういう、音楽の強さというか、清木場さんのその生き様が言葉と音楽に現れた一曲一曲が本当にこれまでの自分を救ってくれたんだなって思いながら聴いてました。この場に行けたことに何より感謝だし、20年以上もずっと歌ってくれていた清木場さんにまず本当にありがとうございましたっていうのを心から伝えたいですね。これが引退というわけではないと思うので、あくまで活動休止、一旦立ち止まるということなので、また何年後かわからないけど、それが1年後なのか、2年後なのか、3年後なのか、5年後なのか、わからないけど、また歌を歌いに戻ってきてくれると、言ってお話しされていたので、その言葉を胸に、またライブに行けるまで自分も腐らずに前を向いて歩いていこうと思います。いやー、本当に良かった。ごめんなさい。全然、興味がない方もいらっしゃると思うので、最後にグッズを買って、まずリストバンド。あと、このトラベルポーチ。旅行とかに行った時にいろいろと入れられたりするやつで、なんかサウナとかに行く時にも使えるなと思って買いました。はい、そういう感じです。